こんにちは、ネイジの猪俣です。こちらのチャンネルは旅や日常の Vlog を配信するチャンネルです。今回の動画は2カ国目ノルウェーを紹介します。オスロとベルゲンを観光し、フィヨルドツアーにも参加していますので、よかったら最後までご視聴いただけると嬉しいです。フル動画はメインチャンネルの方で紹介していますので、よかったらそちらの方もご覧になってください。本当はフェリーでオスロに移動する予定だったんですけれども、急遽メンテナンスが入るということで LCC でオスロに向かうことになりました。2カ国目ノルウェーのオスロ空港に到着です。このね、長いねチョコレートのバーをなんか目の前にいた人が迷わず取っていったので、私もちょっとつられて1本お買い物しました。で、空港の中に入ってきたところです。オスロ空港とっても綺麗でした。で、ここからチケットを買って市内に向かいます。ノルウェーでは結局現金使わなかったので、クレジットカードだけで全て決済が完了しています。空港行きの電車は2種類あるんですけど、国鉄で向かいました。このオレンジの方は日本でいうと成田エクスプレスみたいな存在なんですけど、国鉄でもあんまり時間的には変わらないのと、値段も倍ぐらい変わるので迷わず国鉄にしました。海外の電車って遅れるイメージが強かったんですけど、結構帝国通りに出発して無事オスロの中央駅に到着しました。オスロはフィヨルドツアーに参加するためにここに立ち寄ったんですけど、一回ベルゲンの方に向かってまたオスロにここに戻ってくるので、同じホテルをもう一回予約しました。で、中央駅に行く途中で少し寄り道したところです。なんかアンティークショップっぽい感じでしたね。レコード屋さんだったのかな。掘り出し物ないかなって感じで探してるところです。こういうね、ちょっとアンティークのナンバープレートとかいいですよね。そうそう、カセットテープがね結構いろんなのがあったんですよ。あとレコードとか本とか、なんかちょっとした雑貨とかいろんなのが置いてありました。駅に向かう途中にちょっとね、スーパーとかちょっとだけ立ち寄ってみました。このレモンが山積みになってるところとかもいいですよね。あとさつまいもなのかな、お芋系もあったし、あとねリンゴがね結構種類ありました。で、ここからですねずっとこう歩いてきたところですね。遠くから見てたら目立つ塔があったので、ここをね目指してきたんですけど、吹奏楽みたいな音楽が聞こえてきて、あと遠くに結構ね人が多かったんですよ。なのでちょっと寄り道してみました。で、ここもね H&M かな、なんか並んでたんですよね。海外で行列ができてるって珍しいですよね。ここはオスロ大聖堂でした。中ね入ったかちょっと記憶ないんですけど、多分ね電車の時間が近かったのでそんなに見れなかったんじゃないかなと思います。もう目と鼻の先なので大聖堂もすぐそばにあるんですよね。この反対側にこういうモニュメントがあるんですけど、もう後ろを向くと中央駅でした。レンタル自転車を借りました。24時間のレンタルで69ノルウェークロームでだいたい900円ぐらいでした。トラムとかバスもあったんですけど、自転車で気軽にいろんなとこ回れるかなと思ってこちらを利用しました。観光スポットごとにこういう自転車ステーションがあるので、すごくね便利でしたよ。それで最初に向かったのはムンク美術館です。まさかね現物を見ることができるなんていうのは本当に感動でした。ちなみに荷物は無料のロッカーに全て預けることができて、飲食は一切禁止です。ムンクといえばムンクの叫びで有名なんですけれども、この3種類あるってご存知でしたか？で、今回展示されてたのはこちらのモノトーンのタイプの版画のバージョンになりました。この有名なムンクの叫びなんですけど、調べていくと実はこの中央の人が叫んでるって思ってたんですけど、実はそうじゃなくって、周りの景色が叫んでるように聞こえたことからこの絵が描かれたそうなんです。版画体験できるというコーナーがあって、私も子どもたちに混ざって体験してきました。彼の作品はオスロに全て寄贈されて、個人一人でできる美術館としては世界最大級とのことです。13階建てで眺めもすごく良かったですよ。美術館は結構ゆっくり回ったせいか1時間半ぐらいじっくり鑑賞しました。絵画が好きな人は1日いても飽きないんじゃないかなと思います。美
美術館から見えた白い建物はオペラハウスでした。中には入らなかったんですけれども、景色はねすごく良かったですよ。ずっと坂になってるんですけど、2階に回っていくような坂になってるので、眺めが少しずつ変わっていくんですよね。ここの景色すごく良かったので、ずっとね長居しちゃう感じです。フェリーが見えるんですけど、あのフェリーに乗ってくる予定だったんですね。メンテナンスで乗れなかったのが本当に残念でした。建物がねやっぱ北欧らしいですよね。なんかね、あっちこっち、ここだけじゃなく他の建物も見てみるとすごくね近代的で、ノルウェーっていうともう雪に囲まれたフィヨルドのイメージが強かったので、こんなに建物が近代的だって思わなかったです。白いからいまいちわからないと思うんですけど、ここね坂になってるんですよ。ずーっとねこんな感じで降りていくようなところですね。でこの白いタイルも掃除してる方がいらっしゃって、すごい綺麗でしたここで。この今左側に見えるところが今人立ってるところで、先ほど撮影してた場所ですね。初日のオスロは天気が曇りだったんですけど、ベルゲンから戻ってきた次の日のオスロは天気が良くって眺めも良かったです。で途中ですね、港に立ち寄ってちょっとふらーっとしてるところです。でオスロ市庁舎に到着しました。ここもね中入らなかったんですよね。後から調べたら市庁舎の中にもムンクの作品が展示されてたそうです。この日は週末だったんですけど、公園に来てみたら桜の木みたいな綺麗なねピンクの木が見えました。でこの後ノルウェー王宮に向かいます。公園のところからは10分ぐらいだったと思うんですけど、自転車の返却場所を探したりするのでちょっと時間かかりました。でそこで自転車を返却するとこういうアプリでお知らせしてくれます。ノルウェー王宮に到着しました。この日ね天気よくって結構暑かったんですよね。で芝生で裸になってピクニックされてる方とかも結構多くいらっしゃいました。皇太子は見れなかったんですけど、兵隊の方いらっしゃったんでちょっとね隠し撮りしちゃいました。ここからもう一回自転車を借りてまた中心部まで戻っていきます。この自転車の返却は台数借りてる人が少ないと空いてるところがないので、返却するスペースがなくなっちゃうんですよね。そうすると1時間以内で返せなかったりするので結構ね焦りました。でちょうどここがメイン通りになるのかな。結構にぎわっててお店もいっぱいあってレストランもありました。この先の公園で広場みたいなところでお昼を買ってベンチで座ってランチしました。もうちょっとね時間があったらカフェとか寄りたかったんですけど、なかなかね叶わなかったですね。オスロはもう観光時間がすごくね限られてたんですけど、自転車で回れたことで意外とピンポイントで観光できたので、行きたいところは行けたかなって思ってます。バスとかねトラムとかも本当はね乗ってみたかったですけど、今度来た時にはぜひ乗ってみたいなと思います。もうそろそろ時間もねオーバーしてたのでホテルに向かってる途中だったんですけど、偶然ねマリメッコショップを見つけちゃったんですね。もうちょっとだけっていうことで中少し覗いてきました。ラミネートもねたくさん揃ってたんですよ。すごい可愛かったな。このペーパーナプキンはお土産にお買い物しました。可愛い、目が癒されます。なんか日本で見たことない柄も結構たくさんありましたよ。お天気に恵まれてオスロの観光も楽しめたので良かったです。中央駅からは徒歩でホテルに向かいました。20分ぐらいかかったと思います。アンカーホテルのコンフォートツインアゴダで予約しています。オスロは宿泊代が高いのでこのぐらいで宿泊できたのは本当にラッキーでした。
で部屋が12階だったのでとってもね眺めも良かったです。しかも部屋も広いし、スーツケースを転がしてきてもそんなに駅から遠くないですし、朝食もついてるのでおすすめのホテルです。この窓からの眺めがねすごくね良かったんですよ。この時22時なんですけど、少し薄暗くなってきたところですね。夜は夜景も綺麗だったんですけど、朝のオスロもいい眺めでした。で朝食はねホテル滞在の楽しみの一つなんですけれども、ハムとかチーズとか定番なものからフルーツとかヨーグルトとか結構種類豊富でした。12時3分の電車に乗る予定だったんですけれども、結構ねホームギリギリに到着になりました。この電車にこれから7時間ぐらい乗ることになります。フィヨルドツアーはオスロ発っていうのもあるんですけど、今回はですねベルゲンから出発するコースを選びました。ノルウェー国鉄はアプリから予約をしたんですけれども、ちょうどね3ヶ月前からチケットを購入することができるようになってます。その時にもう日程が決まっていれば一番安い方法で購入できるんですけど、直前だともう金額がかなり変わってきます。フレックスでも普通の席なんですけれども、座席の広さはそんなには関係ないかなと思いました。それから一番安いチケットは座席を選べないんですけれども、このフレックスシートは自分で指定席のように座席を選ぶことができるので、今回は左側の窓側の席に座っています。オスロにいた時は雪は全くね見えなかったんですけど、少しずつ雪景色になっていきました。この黄色い建物は駅なんですけど、結構ね印象的ですよね。可愛かったな。で気づいたらもう結構ね雪深いところに入ってきたんですよね。この時寒くって、あとちょっと座席ねずっと座ってると腰が痛くなるのでカフェの方に行きました。ちょうどその時にこの景色だったのと、あと駅ねちらっと降りて写真パシャッと撮ってすぐまた電車に乗ってなんてこともねしてましたよ。We will arrive at Ustadhuset。でしばらく曇ってたんですけど、だんだんね青空が見えてきたんですよね。もうすぐベルゲンに到着かなというところです。雪もねだいぶなくなって山を一つ越えてきたような感じです。Which you will find in the middle of your carriage. On behalf of me and also board, we thank you for a pleasant journey and we look forward to welcome you back again. Have a nice day. 予定時刻通り19時5分にベルゲン中央駅に到着しました。この後ホテルに向かいます。まず荷物を置いて街をちょっとねプラプラしようかなと思ったんですけど、もうね夜7時過ぎてるとどこのお店も閉まっちゃってるんですよね。なのでまずはこの上から見れるロープウェイに乗ろうかなと思ってます。駅からホテルまでは歩いて10分ぐらいだったと思うんですけど、スーツケースをオスロに預けてきたのでリュック一つで身軽だったのでね、ゆっくりホテルの方に向かってます。ここもね可愛い教会だったんですよね。で建物に本当ね落書きが多かったの、なんでだろう。ベルゲンの観光を調べるとこのロープウェイが出てくるんですよね。10分ぐらいで到着するんですけど、160ノルウェークロームで日本円でだいたい2100円ぐらいですね。で乗った時間がちょうど8時半だったんですけど、だいたい15分おきぐらいに動いてる感じでした。ちょうど日没の時間に当たるかなっていうところで、景色がねすごく綺麗だったんですよね。でだいたい10分ぐらいで頂上に到着しました。ここはフロイエン山になります。やっぱり日没の時間に当たるのでとっても綺麗でした。遅い時間なのでもうどこのお店もやってないんですけど、ここね公園になってるのと、あとねもっと先に行くこともできるみたいです。このロープウェイに乗ってこなくっても歩いてこの山に登ってくることもできるんですよね。
もう少しいようかなと思ったんですけど、滞在時間20分ぐらいだったんですけど、もうそのまま次のロープウェイで戻りました。このね、戻る途中の日が暮れていく感じもすごくね、素敵でした。で続いてきたのがベルゲンで一番見たかったこのブリッケンっていうところですね。こう港沿いに建物がずらーっとね並んでるところなんですよね。写真で見るよりずっとねこの現物っていうの建物実物は本当にね壮大でした。この反対側にも建物がね並んでたんですけど、今回ね反対側には行けなかったんですよね。いつかねまた行きたいですね。この建物と建物の間を歩いているところです。中はねお店がいっぱい並んでましたね。ほとんどのお店が営業時間終了してたので見れなくて残念だったんですけど、この斜めになってる感じちょっと不思議ですよね。でこの日の夕食は魚市場のフィッシュマーケットっていうところでシーフードを食べる予定だったんですけど、もうラストオーダー終わってますっていうことで断られちゃって本当に残念でした。慌てて Google で調べたところ、ここもね評価高かったんですよね。外から結構ねキラキラ見えたので、ここでシーフードをいただくことにしました。サーモンのシチューをいただきました。やっぱりねノルウェーって言ったらサーモンですよね。でこのスープの付け合わせにフォッカ茶もついてきました。でビールと一緒に飲んでだいたい4800円ぐらいでしたね。お高い。でちょうど出たところが夜11時でしたね。もうすっかり日が暮れてました。でもね空明るいですよね。なんか不思議。ベルゲンで泊まるホテルはマジックホテルになります。アゴダで予約をしました。でせっかくなのでこのマジックホテルのルームツアーをしたいと思います。まずね4階だったかな、上がってきて、そうするとねこの屋上に出てくるんですよね。ここからね夜の眺めもねすごく綺麗だったんですよ。でここからもう一つ扉を開けてまた中に入っていきました。ここの小さな窓があるところが部屋になってました。デザイナーズホテルみたいな感じなんですけど、中はね確かにおしゃれだったんですけど、部屋はねちょっと暗い感じで、景色が見れるというところでもなかったですね。でここは浴室になりますね。すごいおしゃれですよね。お湯の出も良かったし、結構ね洗面も広めだったので十分な感じでした。でこのホテルは朝食付きだったんですけど、種類もねすごく多くって目移りしちゃうぐらいでした。この日ねフィヨルドツアーだったんですけど、電車の時間をちょっと10分ね間違えてて大慌てで走ったっていうね記憶がまた蘇ってきました。ただツアーといっても集合して団体行動するわけじゃなくて、交通ルートを組んでもらえてるので自分で乗り継ぎをしないといけないので、例えば1本目の移動から乗り遅れると全てがパーになってしまうんですよね。なのでチェックアウトの時に念のため出発の時間を確認したんですよね。そしたら8時29分発ってなってるんですよ。でもこの時もうすでに8時26分でもう真っ青になって間に合わないってもう分かってたんですけど、もうホテルからもう猛ダッシュして駅まで全速力で走りました。ちょうどですね車掌さんが遅刻をされてて、でも運よく5分遅れの電車に乗れたっていうねミラクルがありました。でその後電車が発車したのが34分でした。もう何事も諦めないということですね。ただねもう喉がちぎれるほど息切らして走ったので、もう呼吸が整うまで30分ぐらいかかっちゃいましたね。だいたい1時間ぐらい電車に乗って帝国通りボス駅に到着しました。でここからバスに乗り換えていきます。バスの時間までだいたい30分ぐらいあったので、どうしようかなと思ってちょっと周辺見てみようと思って遠く眺めたら、道を挟んだ向こう側の丘の上に登っていく人が見えたんですよね。きっとね高台だから眺めもいいんじゃないかなと思って登ってみることにしました。
もうそうしたら大正解ですよ。すごい眺め、これバス待ってたらもったいないと思って、ぜひねフィヨルドツアーご参加を予定されている方はここの丘の上ぜひ登ってもらいたいなと思います。この日本当に風もなくて穏やかで、湖面に映るのが鏡みたいで本当に素敵でした。こうやって撮ってたら、この下の海岸の方から景色を撮ってる方もいらっしゃったんですよね。さすがにねそこまで時間がないので、上から見る景色だけに今回はしておきました。で遠くにこのボッス駅が見えるんですけれども、結構ねこうして見ると大きい駅ですよね。バスで並んでる方たちも見えましたけれども、すでにね長い行列ですね。でもねこの景色は見といた方がいいので、並ぶよりも景色を優先しました。であともう一度、時間の方も確認して列に並びます。で10時10分ちょうどの発でバス来ました。窓側は座れなかったんですけど、街並みがね意外とね可愛かったんですよね。この道中バスの運転手さんがところどころ見どころを紹介してくれるんですね。で途中グドバンゲンのフィヨルドホテルに停車しました。ここはねトイレ休憩だったんですけど、いい景色が見れるよっていうところで、時間はねほとんどなかったんですけど数分だったと思います。みんなでね記念写真など撮ってました。またバスに乗ってフェリー乗り場に向かってます。でだんだんね景色もね良くなってきたんですよね。フィヨルドっていうと本当にね雪に囲まれたってイメージだったんですけど、なんかお天気もいいし雪がちょっとかぶってるぐらいだったんで、本当にねイメージと全然違いましたね。で無事グドバンゲンに到着します。私はここからもうオスロに向かって帰るので、このバスまた乗り遅れないでねみたいな感じで言ってたんですけれども、ちょうどねフェリーから降りてこられてる方もいらっしゃいますよね。こういうふうにこの交通のつなぎを全部調べてチケットを取ってくれるのがフィヨルドツアーなんですね。上ね見上げたらほら雪がかぶっててすごい素敵ですよね。でちょっとね並んだらもうすぐね船に乗れたので、そのまま乗ります。なんかすごくね船内広くって綺麗だったんですよね。席ね窓側取れたのでここで休憩します。想像してたよりはちょっとね小さい船だったんですけど、早めに並んだのは正解だったかなと思います。12時ちょうどに出港しました。で船の中入るとカフェテリアがありましたよ。結構ねおしゃれな感じでした。でランチはホテルで作ってきたサンドイッチをいただいてます。でほとんど外に出て景色をねずっと眺めてたんですけど、船内も意外とね空いてて、多分オンシーズンだともっとね人が混んでぎゅうぎゅうになるんじゃないかなって感じの印象でしたね。途中こういう山の上から雪解け水みたいなのがずっと流れてきて、滝ができてるところがねいっぱいありました。でちょっとズームしてみたんですけど見えるでしょうか。結構な勢いで流れてるんですよね下まで。特に雪解け水っていうのはこの時期しか見れないと思うので、こういうね大きな滝が見れるのもこの季節ならではじゃないかなって思ってます。真冬も来てみたいんですけど、きっとね寒いんだろうな。やっぱりね5月ぐらいがいい景色見れるんじゃないかなっていう印象でした。本当にねいい景色だったの。いい眺めですよね。途中島に泊まるみたいで可愛いねお家が見えてきました。海外って家並みがすごい可愛いですよね。カラフルだし、あとね屋根がちょっと特徴的じゃないですか。雪国ならではな感じですよね。ずっと同じ景色の連続だったんですけれども、天気も良かったし波も穏やかで、船がね揺れるってこともなかったですよ。2時間の船旅だったんですけど、意外とね外でずっと景色見てたらあっという間にね到着しました。ちょうど2時間後の14時にフロムに到着しました。ここでフェリーを降ります。ここでは2時間ぐらい次の電車まで時間があったので、お土産を買ったりのんびり過ごしました。ノルディックの靴下をお土産に買いました。この後電車に乗るんですけど、あまりにもね外が暑かったのでアイスを食べました。
この後世界一美しい車窓とも言われるフロム鉄道に乗ります。でホームに行ったところで持ってたね紙のチケットがなかったんですよ。どうやらねお土産をねリュックに詰め込んでる時に落としちゃったみたいで、スマホの中に入れておいたチケット Google ドライブに入れてたんですよね。それで乗車できました。よかったです。で車内はこんな感じで木目調なんですよね。事前に調べてた時はもっとねレトロな感じだったんですけど、北欧らしいおしゃれな雰囲気でした。前にねモニターもあって、今どこを走ってるのか案内してくれたり、あとねフロム鉄道の歴史とかも流れてました。これが右側の方の席の景色になります。ほとんどねやっぱりこっちの方が景色良かったと思いますね。ここでねしばらく電車が止まってたんですよね。なんでかなと思ってたら、反対車線から電車が来るの見えますか？この電車とすれ違うんですよ。この狭い山岳地帯ですごいですよね。ちょうど40分ほど走ったところでショースの滝というのがあって止まってくれます。電車ね数分だったと思います。この場所はフロム鉄道でないと来れない場所みたいです。踊ってる赤いドレスの女性の方いらっしゃいますよ。調べたらどうやら妖精みたいです。この季節にしか見れない光景ですよね。冬はねこの滝凍ってますからね。止まってくれたのだいたいね数分だったと思います。そんなに長い時間ではなかったですね。みんな電車に乗って今度は終着駅のミュルダールに向かって再び出発します。ミュルダールに到着したのは4時50分なので、先ほどの場所からだいたい10分ぐらいでしたね。ほぼ定刻で到着しました。ここからはまたベルゲン急行に乗り換えてオスロに戻っていきます。周りにね何もないので、駅舎の中に小さいカフェがあるくらいでしたね。ホームでね景色を堪能してました。で最後電車に乗ってオスロに向かいます。スキー客が降りていったのでゲレンデがあるのかな。今回のフィヨルドツアーでは座席の指定ができないんですね。なので乗った後に車掌さんに相談して窓側の席が空いてたので移動することができました。オスロまでは5時間ぐらいの電車の旅だったんですけど、カフェテリアで夕食を買ったり海外のドラマ見たりしてたら結構ねあっという間に到着しました。ということで今回のノルウェーの旅はいかがだったでしょうか。次回は3カ国目スウェーデン・ストックホルムに向かいます。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。